皆さんこんにちは。横浜の工部館道場の師範代、山口作夫と申します。またお目にかかれて嬉しいです。今日は真剣に求めているかなというようなテーマでですね、お話ししたいと思いますけども、中学校の頃柔道をやっててですね、日曜日だったか道場で稽古してたんですね。いきなりジープが止まってですね、米軍のMP という憲兵の2人入ってきたんですね。なんだろうと思ったら、柔道を見せてほしいって言うんですね。それで向こうの人にとっては珍しいわけですね。それが町の中でですね、町道場っていうのがあったの。じゃあいいですよと。館長がですね、私と組んでですね、私がパッと入るとですね、ちゃんとボーンと飛んでくれるんですね。それで柔道っていうのはこういうものだっていうことで、だけど英語で向こうがいろいろと質問してくると、館長はうまかったのか下手だったのか、ともかく英語で答えてたんですけど、聞き取れたのは柔道の道っていうのはどんなことなんだみたいなことをですね言ってたんですね。要するに道と道っていうのはウェイ、生きる道だっていうようなことを言ってたんじゃないかなと思うんですけども、それはともかくですね、当時どこの中学校でも柔道部はありましたよね。我々とするとちっとも柔道珍しくない。ところが外国の人から見るとですね、オリンピックに採用される前ですね、東京オリンピックの昭和39年の東京オリンピック前だから、柔道はそれほど広く知られてなかったんですね。それで珍しいということで見に来られたんですけども、それはですね、ワシントンにいた時、早乙女先生っていう道場を行ってたんですけども、アメリカの人たちは合気道を習いたいためにですね、転職しちゃったりですね、例えば私の知ってる人は同じ教員だけども道場に通える学校に転職するとかですね、それから FBI に勤めてた弁護士さんは定年でアイオワへ戻るんだけども、1年間道場に住まわせてくださいってですね、道場の隅にカーテンで一部屋作っちゃって、ここで1年間そこで合気道を修行して、アイオワへ帰ったとかですね、それだけ道というものを求めるのが真剣なんですよね。海外の人たちがそれだけ真剣に求めてる。だけどもいくらでも簡単に稽古ができる日本人はどうかなっていうふうにですね、今に追い越されるんじゃないかな。だから合気道のブログなんか読むとですね、合気道は無駄な争いしないんだとかですね、世界平和だとかですね、借り物だと思うんですよね。例えば館長の場合は警察官を助けてくれって言われたらですね、いや争いはしないんだと、そんなこと言えないわけですよね。市民を助けるために自分で命がけで飛んでいかなきゃいけないわけ。しかも怪我をさせることはできない。そういうことを合気道は伝えてるんですけども、その館長が合気道を習ったのがこの、正田剛三先生ですね。それでこの先生はですね、養心館という道場を作られた。戦争中命がけの修行をされて、道場を作られたんですけども、その方が書いてるのですね、合気道は和の武道だって言われてます。だからといって間違えてはいけない。それ何かというと、試合を行わないから和の武道だとかですね、相手と無抵抗になって慣れ合いで技を掛け合うから和というんじゃないんだ。ましてや強くなる必要はないから和なんて言うんじゃないんだっていうんですね。はっきりとですね、正田館長はですね、真剣に求めなきゃいけない。そうすると自分の行っている技が正しい理論上、合気道の理論上正しいか正しくないかということを常に真剣に求めて初めて和っていうものも分かってくるんだということで、この館長の教えを受けたのが我々の中島館長なんですが、その教えを私たちは受けてです、実際に戦えるだけの合気道、しかも相手に怪我をさせない、そして相手も思わずこれはダメだと戦いを戦闘意欲なくしちゃう、そういう合気道を我々は中島館長から
教わっております。工部館だけじゃなくて日本中の合気道、そういう道場もあると思うんですけれども、殴り合いの合気道ではない本当の合気道っていうものを見つけていきたいなというふうにですね、私たち思いながら稽古を続けております。今日はどうもありがとうございました。失礼します。